さあ変わりまして今日の特集は教えてドクター、健康診断では見つからないある病気についてってことなんですね。ひょっとするとテレビの前のあなたもなってしまっているかもしれません。今から10項目の確認リストをお伝えします。ちょっと指折り数えていただいて、5個以上当てはまったら隠れほにゃらら病です。1つ目、甘いものやご飯、パンをよく食べる。当てはまる方はちょっと数えておいてください。2つ目です。食べるスピードが速くて満腹になるまで食べる。3つ目です。外食、コンビニ食が週3回以上ある。何個当てはまっていますか？4つ目、運動習慣がない。運動するのが週に1回未満。肥満気味または最近体重が増えた。すっきりと眠れない。寝ている時に汗をかいてしまう。食事をしてから2時間から3時間で眠気や動悸、またイライラを感じることがある。血圧や脂質、肝臓の数値が悪いと言われたことがある。タバコを吸っている、吸っていた。最後です。家族に糖尿病の人がいる。さあ、福永さん、金子さんは何個当てはまりましたか？書かせてもらいましたけど、2と3ですか。いや、お願い。5個以上が危ないということなので、大丈夫っていうことなんですが、ただ今後要注意ということなので、しっかりとこの後はお付き合いいただきたい。そうですか。帰らないでください。じゃあ関係ないやみたいな感じじゃないんですね。すべての人に関係している。脅かさないであんまりね。ここからゲストの方です。日本糖尿病学会専門医の竹内淳先生です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。糖尿病学会の方がいらっしゃったということで、先生5つ以上あると何でしょうか？はい、隠れ糖尿病を疑っております。隠れ糖尿病という。隠れって糖尿病とはちょっと竹内さんわけが違うんですね。はい、糖尿病をですね発症する前のですね、いわゆる糖尿病予備群とかですね、境界型高血糖というところに当てはまりまして、食後の血糖値が急上昇するというところがですね、この隠れ糖尿病のポイントになります。今スタジオの福永さん、金子さんは5つには当てはまらなかったんですが、スタジオにいるカメラマンやディレクターなどはうなずいている人たちがいたので、結構な数でちょっといるかもしれない。もうね、カメラマンとかみんなもコンビニの弁当とかも頑張ってるんですけどね。関わらずっていうところがあるか年齢にもしれないですよね。幅広い年代の方が注意しなければいけないということで、これを放っておくとどうなるかっていうところが重要なんですよね。これを放置してしまうと糖尿病を発症してしまいます。発症すると、糖尿病を発症するとですね、糖尿病の合併症を起こしてくる可能性がありまして、例えば動脈が細くなる心筋梗塞などにもなりやすい、眼底出血を引き起こして失明ということもあります。腎不全になって人工透析される方もいらっしゃいます。この段階でしっかりと対策をしなければいけないということなんですが、健康診断では見つかりにくいっていうところが気になりました。なぜでしょうか？実は健康診断では一般的にはその日の朝食を抜いて空腹時血糖値、空腹時採血を行うことがありますので、食後の高血糖というのはなかなか見つからないんですね。そうか、バリウム飲んだり胃カメラ飲んだりするときって空腹でいかなきゃいけないですもんね。そうなると食べた後の血圧がガンと上がる、血糖値が上がるっていう隠れ糖尿病見つかりにくくなっちゃうということなんで、先ほどのチェック項目も結構大切な項目ではあるんですよね。我々も隠れ糖尿病についてしっかりと知識を身につけておかなければいけないんですが、ちょっと常識が間違っているかもしれないというところを明るみにするためにクイズを用意しました。丸×クイズです。ここからスタジオの2人も、そしてテレビの前の皆さんももちろんご参加ください。1問目です。隠れ糖尿病予防のために
果物はビタミンが多いからジュースにして毎日飲むといいですよ。丸か×かズバリどうでしょうか。でこれね、これなんかジュースお二人とも×？ね、果物はまんまこう食べた方がいいのかなっていうイメージでいますね。果物って糖分多いじゃないですか。ああ、先生こちらはどうでしょうか。それでは札を上げてください。どうぞ。はい、その通りです。正解は×になります。はい、ジュースにすると食物繊維が取り除かれて、さらに液体になると糖の吸収が早くなりますので、高血糖に食後高血糖になりやすい。あ、じゃあジュースにしなければいいんですか。はい、生のまま食べる方がより血糖値は上がりづらいと言われてますね。ジュースしない方がもちろんジュースを飲むことが間違っているわけではなくて、飲みすぎたりだとかっていうやりすぎっていうところの話でもありますが、次の問題です。これちょっとね面白い問題なんです。トーストはバターを塗らない方が良いかどうかです。良いと思う方は丸です。塗らない方、塗った方がいいと思う方は×ですね。いつも私塗っちゃってるんですよね。これはね、引っ掛け問題ですよ。引っ掛け問題ですか？裏の裏を読もうとしないでください。こういうこ言い方的とに普通で言ったら絶対丸でしょ。そうですよねでもだったら出さないんですよ、こういう問題。はい、次の問題いきますか。裏を読んでますその前に正解いきましょう。はい正解は何でしょうか。はい、その通り×です。俺はそうはい福永さんが正解でした。理由が明確にあります。はい、脂質を一緒に摂るとですね、糖の吸収が遅くなります。なので食後高血糖を予防できます。バターが脂質なので糖と一緒に摂ると吸収を抑えてくれる役割があるそそううか、です。普通今までの感覚で言ったらなんかむしろ脂質取らない方がいいんじゃないかと思ったんですけど、抑え逆なんですね。はい、またユニークな問題です。そしてもそうなんですうね1問いけますね。次の問題です。カロリーゼロの清涼飲料水であれば隠れ糖尿病の予防に有効である。これは丸か×かどうでしょうか。有効だと思ったら丸、有効じゃない有効だと思ったら有丸です。効だとこれはね、カロリーゼロ結構飲むんでね、はいなんとなくこうじゃないかな。裏を読んでますけど。さあそれでは正はい解参りましょう。正解の札をお願いします。そうですね。裏を読まれましたね。正解×です。×はい。別にこれは正解することが大事じゃないんだけどね。これ学んでいかないとクイズ問題みたいになってますはい。だからカロリーゼロって意外に糖分高いんじゃないですか。はい。ですね、カロリー糖分ではなくてですね、人工甘味料っていうのはですね、カロリーゼロなんですけれども、たくさん摂るとですね、糖尿病が発症しやすいっていうような報告が最近多いんですよね。で、その理由としまして、甘味刺激が人工甘味料強いので、刺激があるのに血糖値が上がらないということで脳が混乱しまして、過食になってしまうとかですね、あとはですね、腸内細菌層が壊されてしまって糖の吸収がですね早くなるなどが言われております。なので完全に飲んだらダメっていうわけではないんですよね。はいたくさん飲みすぎたら脳がちょっとパニックを起こしてしまいますよということなんですね。甘いのになんか糖分入ってこないみたいなところでパニックですね。では次の問題です。はいこれを最後にしましょう。食後のコーヒーについてです。食後のコーヒーは糖尿病の予防にいいと思う方は丸、いやちょっと違うんじゃないかは×です。これはいいんじゃない。これはさすが。丸×バツに分かる。しようかな。なぜ×でしょう。裏を読んで、こうお茶とかはいの方がいいのかななんて思いました。なるほど。はい。さあそれでは先生の札を上げてもらいましょう。はい正解はどうで正解しょうか。丸です。丸いいですね。私もコーヒー大好きなんですけども、もう大好きだから丸にしました。外国人として違います。はい、コーヒーが血糖値とか血圧にいい働きをするっていうのは昔からたくさん報告がありまして、はいコーヒーに含まれるポリフェノールがいいんじゃないかというふうに言われております。先生今金子さんが言いました分かる範囲で構いませんが、はいお茶緑茶などはどうなんですか。同じくいい働きがあるはずです、はいただですねコーヒーですね世界的に飲まれているケース多いので、はいその報告が多いだけなんじゃないかなと思いますね。なるほどなるほど。効果がありますよという報告がたくさん上がってきているのがコーヒーだ。世ただこれはあくまでも食後って話なんですね。いや食前食あ後食前関係なくです。あただそうなんだブラックですね糖とかですねミルクは入れないように。そうです。これでも砂糖、これでも角砂糖3個4個入れて。はい。大変なことになっちゃう。意味がなくなっちゃいますね。ということでちょっとこの食事だとか、はい体に入れるものがすごく大切なんだということはここまででお分かりいただいたと思います。では食べた後に体の中がどうなっているのか、そもそも隠れ糖尿病ってどうやって起きるのか、非常に簡易的ではありますがちょっと簡単にご説明をいたします。今ここにある透明な箱、赤の背景があります。これ血管だと思ってください。体の中の血管だと思ってください。その中にあるこのピンポン玉、これを先生何だと思えばいいですか。これは糖ですね。糖
糖です、はいこれご飯を食べた後にこの血液の中を流れる糖なんですが、食べる前にもこうやっていくつか糖は入ってるわけなんですね、はいでまず健康的な方、一般的な方がご飯を食べた後はご飯を食べましたから血液の中に糖がドバーッと入ってくるような流れです、この後普通の方はどうなるんですか？はい、正常のインスリンの分泌というのが膵臓から起こりますので、はいこのインスリンを模したおしゃべりですね、はいこれは何でしょうか？これはインスリンちゃんですね、はいインスリンちゃんシャベル、はいこれが出てきましてこうやって取っていくわけですね、はいこれをね血液の中の糖を速やかに取り除いてくれます。はいこうやって最終的にこの血液の中に入っているこの糖を正常の状態にまた戻してくれるということなんですね。これは皆さんイメージ湧きますね、大丈夫そうですね、はいただ今度は隠れ糖尿病になってしまっている人の血液の中がどうなるのかというお話です。これ非常にシンプルなんですね。まずご飯を食べた後は他の人と同じように血液の中に糖がたくさんバーッと入ります。これは他の方と変わりません、はい先生その後ですね、インスリンの初期分泌が遅れますので、そのインスリンちゃんがですね、あまり最初は出てこないんですよ。皆さんご注目ください。出てくるインスリンちゃんが小さい。小さいんですね。でこれで一生懸命こうやって一つ一つ糖を取ろうとするんですが、これなかなかうまく取れませんね。はい、食後高血糖が続きます。でその後はい、食後高血糖が続くとですね、その後膵臓からインスリンが一気にドンと出てくる状態になります。実はこの一人で頑張ってたインスリンちゃんの助けようとしてこんなちりとりインスリンが出てくるんですね。はい、でこのちりとりが食後頑張るんです。これ隠れ糖尿病の方の血液の中ですが、こうやって頑張ってこうやって糖を取っていくんですね。はいそうなるとどうなりますか？たくさん取りすぎると低血糖を起こします。なるほど、バランス悪くなっちゃうんだ。だからもう言うなればこの血液の中ほとんどもう糖がない状態になってしまうということで、先生どういったことが隠れ糖尿病の方の症状なのか改めてこちらのモニターでご説明ください。はい、検診で見つかりにくい隠れ糖尿病、食後 2,3 時間に眠気やめまい、冷や汗、空腹感があります。夕食後の隠れ低血糖はすっきり眠れない、寝汗をかくなどの症状が出てくることもあります。はい、ということでしっかりとご飯を食べるということが必要というか、血糖値が上がりにくいご飯を食べるっていうことも必要になってくるわけなんですね。ということでこちらに、この血糖値が上がりにくいものと上がりやすいものの食材を並べてみましたが、例えばこういったもの、青色ブルーのものは上がりにくい食材、ちょっと早かったですね。上がりやすい方がまず今取られましたが、食パンだとかトウモロコシ、じゃがいも、ケーキなど、そしてご飯は白米。なんか甘いものはイメージつくんですが、白米とかそういうものもあれなんですね。はい、白いものはですね、あまり良くないと言われてまして、白いもの。はい、黒いものを食べましょうということで隠れ糖尿病の方には言っていることが多いです。でも豆腐は大丈夫なんですか？白いですけど。豆腐は大丈夫です。豆腐は大丈夫ですね。あまり細かいことは気にしないでください。そしてそのお隣上がりにくいものでいきますと、今度はやっぱり玄米も入りますし、さらにはお肉や魚、さらにリンゴなどが入ってくるということになりますので、ちょっと日頃食べる食材などもこういったところで工夫をすることが必要です。そしてもう一つ隠れ糖尿病になっている方の治療、さらには我々がならないようにするためには運動も必要になってくるんですが、その運動もタイミングが大切だっていうこと、コマーシャルを挟んですぐにお伝えします。今日は健康診断では見つかりにくい隠れ糖尿病について糖尿病の専門医竹内淳先生とお伝えしています。この時間もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。隠れ糖尿病というのは今まであまり聞いたことがない言葉だったかもしれませんね。これ糖尿病になっちゃってるってことじゃないんですよね。糖尿病発症前なので糖尿病にはなっていないですね。だから今のうちにその要素があるんだったら、治してこうやって糖尿病にならないように対処しましょうってこと。予防できます。今のうちにですね。その予防法を今日はお伝えをしていますが、金子さんから質問がありますね。お米やパンを食べない、いわゆる糖質制限っていうのをよく聞くんですけれども、糖制限できますから、何でしょう、糖尿病対策の効果っていうのはあるんでしょうか？はい、糖質制限をしている方は膵臓からのインスリンの分泌が弱まっているというふうに考えられています。
なのでたまに糖を取ると血糖値が急上昇することがあります。なのである程度糖質を普段から取ることで膵臓を鍛える、膵トレですよねを行っておく必要がございます。じゃあ本当に一気に制限しない方がいいんですね。はい、長くやらない方がいいと言われています。さっきのインスリンちゃんって私たち呼ばせてもらいましたけど、あれはやっぱり普段から出てないと順調に出てこなくなっちゃうので、やっぱり急激な糖質制限というのは逆に体に悪影響だと。過度に働きすぎちゃうんですね。例えばじゃあ制限をするっていうかちょっと体整えないとなった時に、ご飯茶碗の半分ぐらいのご飯の量にしますって、これどうですか？はい、1回の食事でお茶碗1杯ぐらいのご飯になら適量なので、それを半分にするという微調節であれば大丈夫だと思いますよ。半分にするぐらいだったら大丈夫、はい、ただ1杯の白米は適量なんですね。はい、これぐらいは食べた方がいい。そうですね、そう食べた方なんですねじが。ゃあ半分にしなくていいじゃないねですか。そうですね。食べたいもんね。ね、もう食べたいですから一杯でいいですね。健康的な、先ほどご紹介した急に血糖値が上がりにくいっていうそういう食べ物を選びながら食生活を改善していけばいいですよという簡単な話で、そしてコマーシャル前にお伝えしましたが、運動も大切になってきます。ランニングとかではなくて、運動っていうか一言でどういう運動ですか？そうです、有酸素運動とかですね、あまり強度の強くない運動がおすすめです。例えば挙げるとしたら、ウォーキングですよね。もうだから散歩ウォーキングっていうことですね。福永さんもよく車内でやってますけど、そう私も大体社内でね、大体1日1万5000歩ぐらいあるんですよ。すごい歩きすぎ。ここでちょっとクイズをはい。出したいと思いますが、隠れ糖尿病予防として一番効果的なウォーキングについてです。朝起きてすぐに30分ほどウォーキングするといいですよ。これは丸か×か札がありますかね、上げてみてください。難しいから起きてすぐにっていうところがちょっそうと引っかか、でもかる朝日とかもいいのかななんて思ったんですけどね。お散歩マスター福永俊介ちょっと違うと。あとこの男性刈り上げすぎですよね、ちょっとね。関係ないですよ。あんまり関係ないですから全く関係ございませんが、これ先生どうでしょうか。それでは正解をお願いします。はい、正解は×になります。ウォーキング自体はいいんですけども、はい朝食をとった後に行いましょう。食後の運動がおすすめになります。これも一気に血糖値が上がらないようにするために適度な運動をするということです。すぐにじゃなくてやっぱ食べてからってことですね。はい、そうなんです。ですから、散歩これも重要なんですがタイミングっていうところになります。さて、この隠れ糖尿病について誰しもが可能性があるとここまでお伝えしましたが、特に注意が必要な方がいらっしゃいます。どういった方でしょうか。はい、肥満症の方は特に要注意です。はい内臓脂肪が多いと糖尿病になるリスクが高まります。いわゆるメタボリックシンドロームという言葉が定着してきましたけども、糖尿病以外にも高血圧や脂質異常症にもつながります。福永さん、ただ肥満の、メタボリックシンドロームと診断された方も急激に落とすことってなかなか難しいですよね。まあでもみんながみんなライズアップにいけるわけじゃないんでね。なんかうまいことね、肥満解消できる方法みたいなのあるんですかね。はい、実は体重や合併症など一部の条件を満たせば医療としての肥満症の自己注射の治療が保険適用になります。はい。こういうものを週に1回打つんですけども、およそ1年半続けるとおおむね 15% ぐらいの体重減、体重 80kg の人であれば70キロ切るぐらいでしょうか。それぐらいの減らせる、これ治療ということですか。はい、治療になります。はい保険適用になります。なのでダイエット目的でこれをっていうわけではなくて、やっぱりこの糖尿病になるリスクが高い方、糖尿病になってしまった方もですか。そうですね、糖尿病になってしまった方にも使っている薬剤なんですけども、糖尿病じゃなくてもですね、肥満症の治療として使えるということが分かりましたので、こちらは肥満症の治療薬として使っております。はい、ということでこういった治療法もありますので、こういったところを有効に使っていきたいところではあります。最後に、最初にチェックリストをやりましたけれども、今話を聞いてもしかしたら隠れ糖尿病かもしれないと思った方はどういった行動をすればよろしいでしょうか。はい、繰り返しになりますけれども、空腹で採血する検診では見つからないので、専門医療機関で食後の採血を受ける、ブドウ糖負荷試験を受けるなどをご検討ください。ごめんなさい、今何とおっしゃいました。ブドウ糖負荷試験です。ブドウ糖負荷試験っていう、じゃあもうその隠れ糖尿病の試験があるんですね。はい、75g のブドウ糖が入ったサイダーを飲んだ後に2時間まで血糖値を取る検査になります。それはなんかどういった病院でできるんですか。一般内科だと大体やってくれると思います。じゃあ内科に行けば大丈夫だっていうところで、ちょっと
不安ですって相談したらこういう検査をしてくださるっていうところですね。ここも含めてぜひお気をつけいただきたいと思います。ここまで分かりやすい解説ありがとうございました。今日のゲスト、札幌糖尿病甲状腺クリニックの竹内純先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。糖尿病になる前にってお話でしたね。